ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーのズートピア2が世界で大ヒットして逆にウィキッド・フォー・グッドが興行収入で苦戦している話題についてよ。現在、映画業界でとんでもないことが起きているの。ズートピア2が公開たった5日間で5億ドル、約778億円を突破したんだよ。5億ドル？たった5日でそげん稼ぐと？やばすぎやろ。そうなの。特に中国での人気が爆発的で、中国だけで5日間のオープニング興行収入が2億7200万ドル、約423億4200万円を記録したんだよ。これって中国で記録された米国映画のデビュー興行収入としては、アベンジャーズエンドゲームに次ぐ第2位なの。アベンジャーズに次ぐって、すごすぎて草生えるわ。でも、なんでズートピアがそげん中国で人気なと？実はね、ディズニーは2023年後半に上海ディズニーリゾートに世界初のズートピアテーマパークをオープンしたの。この戦略的な投資が大成功して続編への期待が爆発的に高まったんだよ。なるほどな。事前にテーマパークで盛り上げとったわけね。賢いやん。そしてもっとすごいのが中国の興行収入予測サイトマオヤンの予測なの。ズートピア2が公開終了までに中国だけで5億9000万ドル、約918億円の興行収入を上げる可能性があるって言われているんだよ。ちょっと待って、中国だけで5億9000万ドル？他の国の分も合わせたらどんくらいなるとよ。本当にそうなの。この数字が実現すれば、この映画は中国史上最も成功した輸入作品の一つになるんだよ。ちなみに中国のソーシャルスコアリングプラットフォームでの評価もすごくて、マオヤンでは 9.7、豆瓣では 8.6 という高評価なの。 9.7？ ほぼ満点やん。中国の人たちめっちゃ厳しい評価することで有名やのに、それでこの点数は異常やろ。そうなんだよ。どちらも海外のアニメ作品に与えられることはめったにないスコアなの。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、すみれ、ズートピア2、韓国でも人気なんやろ？その通り。韓国でも11月28から30日の週末にかけて興行収入を席巻して2382スクリーンで観客162万人、興行収入1080万ドル、約16億8000万円を記録したんだよ。市場全体の 78.97% という圧倒的なシェアを獲得したの。78.97% って、ほぼ独占状態やんけ。他の映画、かわいそうすぎるやろ。ネットでもこの成功について話題になっていて、ディズニーがついに本気出した中国市場を理解した戦略が完璧。テーマパーク作戦が大当たりという声が多いんだよ。でも、すみれ、逆にウィキッド・フォー・グッドは苦戦しとるって言いよったけど、どういうことと？そうなの。ウィキッド・フォー・グッドは初週末は好調だったんだけど、2週目で大幅に興行収入が落ち込んでしまったんだよ。公開2週目で6200万ドル、約96億5000万円を稼いだんだけど、初登場から 57.3% も減少してしまったの。57.3% 減？半分以上減っとるやん。なんでそげん落ちたと？実はね、前作のウィキッドは公開2週目で1億1800万ドル、約280億2000万円を稼いでいたの。それに比べると、続編のフォー・グッドの6200万ドルははるかに少ないんだよ。前作と比べて半分くらいしかないやん。これは問題やな。そうなの。この興行収入下落の最も大きな要因の一つは再視聴のしやすさなんだよ。初代ウィキッドは活気に満ち、明るく、色彩豊かなミュージカルで、多くのファンが2回、3回、さらには4回もリピート鑑賞していたの。リピーターが多かったわけね。でも、続編はそうじゃなかったと？その通り。ウィキッド・フォー・グッドは、より暗く、より重く、そして、はるかに自己完結性に欠けているの。前作は満足のいく感情の弧を描いていて、それ自体で独立した作品だったけど、フォー・グッドはフィナーレへの架け橋となる作品なんだよ。なるほどな。暗くて重い内容やったら何回も見たくならんもんな。一回見たら十分って感じになるわけね。まさにそうなの。リピート客のいないミュージカルは衰退の一途をたどるミュージカルなんだよ。陰鬱で以前の物語と深く結びついているから、大勢で繰り返し見たくなるような作品ではないの。でも、そんなこと言うても、初週末は国内で1億4300万ドル、約222億6000万円も稼いどったんやろ？それでもダメなんかいな。
そうなんだけど、でも問題はそこからなの。2週目で 57.3% も落ち込むということは、前座集中型対策の典型なんだよ。初週末の興行成績は好調だったけど、現在はその勢いが鈍化していて、ユニバーサルが期待していた軌道には乗っていないの。前座集中型って最初だけ盛り上がってあとはダメってことやろ？それは確かにまずいな。そしてもう一つの大きな問題があるの。それがズートピア2の登場なの。ディズニーが週末を制覇しただけでなく、それを貪り食ったの。この巨大なファミリー層への観客動員の波は、ウィキッド・フォー・グッドにも大きな影響を与えて、昨年公開の前作にあれほど大きな大ヒットをもたらした原動力だったリピート層から突如締め出されてしまったんだよ。ああ、ズートピア2と客の取り合いになったわけね。家族連れはズートピアの方に流れていったと。その通り。複数のファミリー向け映画が公開されている中、他の映画を鑑賞する可能性のあるファミリー層は圧倒的にズートピア2を選んだの。幅広い層への訴求力、国際市場での強い存在感、そしてより明るくエネルギッシュなトーンがホリデーシーズンの定番映画となって、フォーグッドの観客層は狭まってしまったんだよ。タイミングが悪すぎたってことやね。もっと早く公開しとけばよかったのにな。さらに問題なのは、続編の海外市場での反応が弱いことなの。先週末の興行収入のうち、海外市場からのものは、わずか2940万ドル、約45億7500万円にとどまっていて、ズートピア2などの競合作品が世界中で記録した急上昇とは対照的なんだよ。海外であんまり人気ないんか。アメリカだけで盛り上がっとる感じ？そうなの。ミュージカルは国際的に成功するか失敗するかのどちらかで、フォーグッドのより暗く、より連続性のある性質は、北米以外での魅力を制限している可能性があるんだよ。その結果、興行収入は、主にアメリカとカナダからのもので、ユニバーサルが期待していた世界市場からのものではなかったの。それはきついな。世界で稼げんかったら、10億ドルとか無理やろ？まさにその通り。ユニバーサルはこのシリーズを10億ドル約1500億円規模のメガヒットクラブに押し上げたいと考えていたんだけど、フォーグッドの2週目の興行収入が落ち込んだことで、好調な初週末で得たアドバンテージが縮小して、その目標はますます実現しそうにないの。10億ドルってめっちゃ高い目標やったんやね。でも無理そうってことか。ファンの熱狂、ホリデーシーズンの盛り上がり、そして素晴らしい口コミにもかかわらず、前作のウィキッドもその目標には届かなかったの。だから2週目の週末に好成績を収めた前作が期待外れだったとすれば、より急激な落ち込みと暗い物語の兆候が見られる今作も同じ轍を踏むかもしれないんだよ。でもまあ5億ドル約778億円くらいは稼げるんやろ？それでもすごいっちゃすごいけどな。そうだね。ザットパークプレイスによると、間違いなく7億5000万ドル約1160億円の興行収入を達成しても、この映画にとって大惨事にはならないだろうって書いてあるの。でもユニバーサルはメガヒットを期待して2025年に10億ドルクラブに初登場することを期待していたはずなの。だからその期待値から考えるとちょっと物足りない結果になりそうなんだよ。ネットではどんな反応なんと？ネットではウィキッド続編2週目で失速、ズートピア2に完全に食われた、暗すぎてリピートする気にならない、海外で弱すぎるという声が多いの。あと、初代ウィキッドは何回も見たけど、続編は1回で十分という意見も目立つの。厳しい意見ばっかりやな。でも、確かに暗い内容やったら何回も見る気にならんのはわかるわ。その一方で、ディズニーのズートピア2に関して、ディズニーの CEO、ボブ・アイガーは、北京に感謝状を送り始めているはずで皮肉めいたコメントもあるんだよ。中国市場での成功が本当に大きかったからね。確かに中国様々やな。でもディズニーは今後もズートピアシリーズを続けるんかいな。それがね、すごいことになりそうなの。ある情報筋によると、続編が急ピッチで開発されるだけでなく、本格的な3部作、ズートピア3、4、5が早期開発段階に入る可能性が高いって非公式のメッセージが届いているらしいのよ。ズートピア5まで3部作どころか5部作かいな。調子乗りすぎやろ。さらに別の情報筋によると、ディズニーはズートピア3を2029年末までに公開して、その後は2年ごとに続編を公開したいと考えているらしいの。これはディズニーにとって中国市場を再び確保するための重要な資産と見られていて、ボブ・アイガーにとっても最重要事項だって言われているみたいなのよ。2029年にズートピア3、
2031年にズートピア4、2033年にズートピア5ってことか。計画的すぎて怖いわ。そうなの。ディズニーは本気で中国市場を攻略しようとしているんだよ。実際、アバター、ファイヤー&アッシュも2025年に公開予定で、中国で大きな注目を集めると予想されているの。アバターは歴史的に中国市場で神話的なヒットを記録してきたからね。アバターも中国で人気やもんな。ディズニーは中国攻略に全力投球しとるってことやね。まさにそうなの。ズートピア2が何らかの兆候を示しているとすれば、スタジオ、ディズニーは再び勢いを取り戻して、稀有な瞬間を迎えているのかもしれないんだよ。そして、中国の検閲基準を満たすコンテンツを確保することに改めて注力しているのかもしれないって言われているの。検閲基準を満たすって、そこまで気を使っとるんか。まあ、あれだけ稼げるなら当然やけどな。そうだね。ズートピア2の興行収入は5億ドルという表向きの数字だけではなくて、ディズニー作品が成功すれば、世界中の観客がディズニーに熱狂するだろうという確信が再確認されたんだよ。今年初めてディズニーは真の世界的アニメーションヒット作を手に入れたと言えるの。確かにディズニーは最近マーベルとかであんまりヒット出せてなかったもんな。久々の大ヒットってことか。その通り。近年はマーベルなどの IP によるフランチャイズ展開に疑問符がつく作品や世界中の観客との不確かな関係が目立ってきたの。でも、ズートピア2は個性的なキャラクター、幅広い層への訴求力、分断を招くようなアイデンティティ政治の欠如、そして国際的な投資を背景にしたオリジナル感あふれる続編であれば、ディズニーがかつて頼りにしていた興奮を再び呼び起こすことができるということを証明したんだよ。分断を招くようなアイデンティティ政治の欠如って、要するに変な政治色がなかったってことやろ？それも成功の要因やったんやね。そうなの。純粋にエンターテインメントとして楽しめる作品だったことが、世界中で受け入れられた理由の一つなんだよ。ネットでも、ズートピア2は政治的メッセージを押し付けない、純粋に面白い作品だったという声が多いの。なるほどな。でも、これからディズニーはますます中国市場に力入れてくるんやろうな。そうね。それは間違いないね。中国市場の重要性が改めて証明された形になったから、今後のディズニー作品も中国を意識した戦略を取ってくると思うよ。テーマパークとの連動とか、現地での盛り上げとか、そういう戦略がより重要になってくるんじゃないかな。映画業界も変わってきとるんやね。面白い時代やわ。ということで、今日はディズニーのズートピア2が世界で5億ドル突破の大ヒットを記録し、一方でウィキッド、フォーグッドが2週目で失速して10億ドル目標達成が厳しくなっているという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。